オゾンというと、成層圏で太陽からの有害な紫外線を防いでくれるオゾン層が思い浮かぶかもしれません。実は地表付近の対流圏では、自動車の排気ガスなどからオゾンが作られ、光化学スモークの原因物質になっています。地表付近のオゾンは人に対して有害なばかりでなく、農業や生態系にも悪影響を及ぼします。例えば朝顔や里芋の葉の表面に斑点が出ているのを見たことはありませんか？それはオゾンの影響によるものが多いです。モニタリング調査や暴露実験で植物への障害を調べました。1990年代から2000年代の前半では、オゾンに対する耐性に関与する遺伝子を見つけ、遺伝子組み換えによってオゾンに強い植物を作りました。しかし、遺伝子組み換え植物は生物多様性に影響を与えることが懸念されており、実験室の外には出せません。2000年代からはゲノム解析を活用して分子遺伝学的研究によりオゾン耐性メカニズムの解明を進めています。オゾン障害に植物の気候が関わっていることや、オゾンで細胞種が誘導される仕組みが分かってきました。今後も東アジアを中心にオゾンが増えていくのは間違いありません。オゾンによる植物への影響の一例としましては、米や麦などの収量が減ることが挙げられます。つまり、大気中のオゾンの増加は食料の供給にも大きな影響を及ぼすと考えられます。多くの人にこのような研究の重要性を理解していただくとともに、問題の解決に向けて一層の努力を続けていきたいです。